皆様お待たせいたしました。これより誠実合同調査プロジェクト研究発表会を開催いたします。本日はお忙しい中、私たちの発表会にご参加いただきありがとうございます。私は本日の司会を務めるシンガポール国立大学生物学部2年のウォン・シンリンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。では本日の予定ですが、第1部は NUS の学生による日本語での誠実合同調査プロジェクトについての発表。5分間の休憩を挟んで、第2部は青山学院による英語でのコロナ禍の中の課題と展望についての発表を行います。第1部の発表は青山学院大学との7週間の共同学習の成果となります。初めてのオンラインだけでの共同学習、そして Zoom での発表会ですので、至らない点もあるかと思いますが、頑張って準備をしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは第1部を始めます。発表時間は10分です。9分後、そして10分後には合図でお知らせします。その後、3分ほどの質疑応答に入り、時間になったら再び合図でお知らせします。ご質問が終わりの方は、はいの後にお名前とご種族をお願いします。それでは発表を始めます。第1発表は教育よグループです。教育よさん、お願いします。はい。私たち教育よグループは、コミュニケーション&ニューメディア学部4年のアレクシス、科学工学部4年のマシュー、経済学部3年のイー・シュエン、社会学部4年のシェリルと、青山学院大学の竹内、松本、牧田、そして私、沢崎です。私たちのグループは、自宅学習の環境に関する意識調査というテーマで発表いたします。本発表では、まず調査概要、続いて調査前の予想と結果を発表し、最後に考察を述べます。皆さん、シンガポールの教育制度は平等だと思いますか？そういうイメージを持っているかもしれませんが、実際にはそうではありません。コロナウイルスの影響でシンガポール政府はサーキットブレーカーを実施しました。サーキットブレーカーとはロックダウンのシンガポール版のようなものです。新型コロナウイルス対策のために規制を短期的に強化し、ウイルスが広がる可能性を減らそうという施策です。サーキットブレーカーの由来は電気回路のブレーカーから来ていて、電気の流れを遮断することで感染の拡大を防ぐ仕組みです。これにより授業もオンライン化にして普段感じていない不平等さが浮上してきました。例えば2020年4月18日の新聞記事には、コロナウイルスの影響で授業がオンライン化されたことにより、家庭の経済状況により、学習効率に差が生じていると書かれています。恵まれている子どもたちは裕福な家庭環境によって自宅学習が楽にできます。例えば、インターネット環境が整っていますし、両親が子どもの自宅学習を監督できます。また、子どもたちにいろいろなオンラインプラットフォームを与えて、学習体験を豊かにしています。しかし、貧困状態にある子どもたちの自宅学習には、このような多様な問題があります。このような状況が恵まれていない子どもたちの学習の妨げとなっているのです。このように明らかにコロナウイルスの影響で教育の格差が広がっています。そこで私たちはこの不平等さを大学生はどのように捉えているかを探るため、日本とシンガポールの大学生の自宅学習に対する意識について調査を行いました。こちらが調査概要です。調査の目的は大学生の学習環境の違いと教育格差に関する見方を明らかにすると設定しました。主な質問項目はこちらです。私たちは調査前に次のような予測を立てました。
まず、オンラインでの授業は慣れるまで時間がかかりますし、家ではたくさん誘惑があるため、勉強に集中できない。また、先生とコミュニケーションも取りにくいなどの理由で、学生はオンライン授業より実際の授業の方が効率的に勉強できると考えているのではないかと予測していました。また、日本もシンガポールも先進国なので、教育機会は比較的均等であっても、不均等な点は社会環境によって異なるだろう。最後に、家庭への資金援助は、平等な教育機会を与えるために、一番重要な対策だと考えているだろうと予測していました。大学生は比較的に恵まれた環境にいるので、恵まれない人たちが具体的にどんな手伝いが必要なのかわからないかもしれません。それで各家庭への資金援助というすぐ見える対策が一番人気のある選択ではないかと予測しました。では、調査結果について発表します。まず、自宅学習の不便さは勉強の効率にどのぐらい影響があると感じていますかについて尋ねました。その結果はこちらのグラフの通りです。シンガポールでは少し悪い影響と答えた人が 28.7% で最も多かった一方で、日本では影響がないと答えた人が一番多く全体の 25.7% でした。そして日本でもシンガポールでも良い影響、少し良い影響がないなど、ポジティブな意見を持っている人が過半数を占めていました。この結果から日本でもシンガポールでも自宅学習と実際の授業の違いはあまり感じていないと言えます。はい、次に教育制度について均等だと思うかと尋ねたところ、日本ではあんまり均等ではないと思うと答えた人が最も多く、全体の 44.6% でした。次いでどちらとも言えない均等だと思うが続いています。シンガポールでも同じような傾向が見られました。この結果から自国の教育は均等ではないと感じている人が多いことが明らかになりました。次にその理由を尋ねたところ、日本では経済的事情による進学の難しさという回答が多くありました。シンガポールでは経済的な状況が異なるという回答が最も多くありました。以上から経済的な問題が両国の共通点であるということが分かりました。次に、どのような支援があればもっと均等になると思いますかと尋ねました。そして6つの選択肢から1つだけ選んでもらいました。このグラフはその結果をまとめたものです。このグラフが示している通り、日本もシンガポールも各家庭への資金援助と答えた人が最も多かったです。しかし、日本ではそれが58.3% だったのに対し、シンガポールでは 34% だけで学習サポート施設の設置、コンピューターなど IT 機器の付与を選んだ人も 20% 近くいました。つまり、日本では6割近くが資金援助を選んだ一方、シンガポールでは多様な支援が必要であると考えているということが明らかになりました。では、回答者の学習効率に与える影響について考察します。まず、どのような支援があればもっと良くなると思うかという質問に対して、日本の大学生の6割近くが資金援助を選びましたが、シンガポールの回答者は多様な対策を選んだのはなぜでしょうか。おそらくシンガポールでは教育競争が激しすぎるため、資金援助だけでは恵まれない子どもを助けることができないと考えているからだと思われます。次に、自宅学習の環境によって学習効率に与える影響について、影響を感じる人が少ない結果となりました。それはなぜでしょうか。おそらく本聴者の対象者はすべて大学生であり、コロナ前から通常の授業でパソコンを使うことが多く、コロナ前から家にもインターネット環境が整っていて、オンライン学習に慣れていたからだと考えられます。その結果、
冒頭で述べたような不平等さについては明らかにならなかったのだと考えられます。したがって、この調査は双方の教育の実態を完全に代表するものではありません。ですから、調査の対象範囲を大学生以外にも広げる必要があります。私たち自身も比較的に教育環境に恵まれていて、教育制度における不平等さは感じていない方かもしれません。しかし、明らかに不平等さが生じていますので、それを認識し、教育格差の問題を解決するための対策を考える必要があると思います。それが私たち大学生が学んでいる意義もあると思います。皆さん、このような教育差をなくして、平等に教育を受けられる世界になるよう、一緒に頑張りましょう。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。では、第2発表のパンダグループ、お願いします。皆さん、こんばんは。パンダグループの司会を務めます。青山学院大学経済学部4年生の青沼修平です。このグループは、新型コロナウイルスの接触追跡技術とデータプライバシーに関する意識調査について発表します。第1話者、ン・ジャーシェン。第2話者、スー・ジャスミン。第3話者、チェン・スー。第4話者、シュウ・エンウェイです。このプレゼンテーションは、仮説、調査結果、考察、感想といった構成になっています。それではよろしくお願いします。はい。コロナ禍において、各国の政府は拡大防止のため、様々な追跡技術を試していますが、国民のデータプライバシーが侵害される可能性もあります。記事によると、シンガポールの使用率は約4割で、日本の使用率は 13% なので、普及率が十分ではないという現状です。拡大防止を優先するのか、データプライバシーを優先するのか、皆さんはどう思いますか？その矛盾を解決するべく、私たちは新型コロナウイルスの接触追跡技術とデータプライバシーに関する意識調査を行いましたので、その結果について発表いたします。こちらは発表全体の流れです。まず、調査の目的、方法について、次に仮説と調査結果についてお話しいたします。最後に、調査結果についての感想と考察を述べたいと思います。私たちは新型コロナウイルスの接触追跡技術とデータプライバシーに関する意識についてアンケートを行いました。日本とシンガポールの大学生が新型コロナウイルスの接触追跡のアプリを使用しているのか、なぜ使用している、していないのか、またデータプライバシーに対してどのような意識を持っているのかについて調べました。結果を発表することでデータプライバシーについて考える機会を作り、それに対する意識を高められると思い、このテーマを選びました。まず、調査方法についてお話しします。9月22日から10月4日まで2週間かけて日本人、シンガポール人大学生合わせて216人にオンラインアンケートを取りました。アンケート項目はスライドに載せている6項目にしました。私たちは共にアプリの使用率が低く、国民の政府に対する信頼度も低く、新型コロナウイルスの接触追跡より自分のデータプライバシーの方が大事だと考える人が多いのではないかと予想しました。では、調査結果についてグラフを見ながら説明したいと思います。それでは早速調査結果について発表させていただきます。アンケートでは質問1として接触追跡アプリの使用率を尋ねました。両国の大学生のアプリの使用率は約 20% でほぼ同率でした。次にこちらのグラフをご覧ください。ここで注目するべき点は、政府を信頼すると非常に信頼すると回答した日本人が32% で、シンガポール人が
43% です。つまり、シンガポール人の方が日本人より政府の信頼度が 10% ほど高いという点です。次に、アプリを使用するまたはしない理由について尋ねました。こちらはその結果をまとめたものです。この表からもわかるように、両国ともに面倒であったり、使い方がわからないという意見が多くありました。一方、アプリを使用し始めた理由として、どちらの国においても安全のためとコロナとの戦いとして使うべきだと思うからと回答した人が最も多く、アプリの使用者は安全に対する意識と責任感が高いと感じられました。しかし、家族や友達が紹介してくれたからとの回答も多く日本人に対し、シンガポール人は勤務先や学校で義務化してからという回答が多く見られました。これらの結果から両国の政府は使用者を増やすためにアプリの機能をより簡単にする必要があると考えられます。例えば、日本でもシンガポールのように学校や職場が義務化をしてみてはいかがでしょうか。シンガポールでもより多くの学校や職場に義務化していくという対策が考えられます。次に、問題5から6までの結果について発表いたします。こちらの図表をご覧ください。こちらの2つの意見のどちらに賛成ですかと質問したところ、私たちの予想に反して、両国が全く異なる意見を持っていることが明らかになりました。国別に見てみると、日本人が B に賛成する人が最も多く 41.7% を占めています。反対に、シンガポール人のほぼ半数が A に賛成しています。さらに B に賛成する人は4つの選択肢の中でも最も少なく、全体の 12.9% でした。この結果からシンガポール人は公衆衛生を重視していることに対し、日本人はよりプライバシーを重視していると考えられます。次の図表は、あなたの国で中国のヘルスコードのような接触追跡アプリを利用させる可能性があるかどうかについて質問した結果です。先ほどと同様に、私たちの予想から外れ、両国で対照的な意見となりました。その結果は、65.5% の日本人大学生が日本では不可能と考えているに対し、59.4% のシンガポール人大学生は可能であると考えているというものでした。実施できると回答した理由については、日本人はコロナ対策としては有効な手段である、中国に合わせようという方針もあり得る、などを主な理由として挙げていました。それに対し、シンガポール人はヘルスコードのようなものがすでに運用されている、国土が狭いため導入しやすい、政府がそうする権力があるからと挙げていました。実施できない理由については、両国ともプライバシーを重視しているからと答えた人が最も多く、日本では70人中28人、シンガポールでは40人中14人がプライバシーを重視しているからと書いていました。以上、調査結果についてご報告しました。次に私が本調査の結果から推論できることについてお話しします。先ほどお話したように、両国の大学生は政府への信頼度、そしてデータプライバシーに対する意見も大きく異なっています。シンガポール人は日本人と比較すると政府を信頼しており、プライバシーをあまり重視していないことが明らかになりました。これはヘルスコードのようなシステムや追跡調査アプリの実施可能性に影響を与えかねません。日本でヘルスコードのような政策の導入はないと考える人が多いのは、データ保護の安全性に懸念があるからだと考えられます。その理由として、政府の不祥事やコロナ対策での不手際、金融機関の情報漏洩問題などが挙げられます。実際に、金融機関の情報漏洩や個人情報への不正アクセスの事件が増えており、情報が漏れる危険に敏感になっているのではないでしょうか。一方、シンガポールでは
安全や治安のために個人情報が収集されたりすることが多々あるので、プライバシー保護に対して関心が薄いかもしれません。実際、すでに追跡調査アプリが職場や学校などさまざまな場所で義務化されており、アプリを使用し始めた主な理由の一つとなっていました。そのため、ヘイロースコードのような政策も実施しやすいと考えられます。しかし、プライバシーの侵害に敏感なシンガポール回答者も少なからずいました。これは欧米化の影響によるのではないかと考えています。以上まとめると、日本とシンガポールの国民の思考の違いから、追跡調査アプリなどの対策の実施可能性に差異が現れました。日本に比べると、プライバシーに無関心なシンガポールでは、比較的にこのような政策を実施しやすいと考えられます。しかし、プライバシーを重視しているシンガポール人が少ないからといって、政府はその人に耳を傾けずに権力を振るってもいいのでしょうか。皆さんはどう思いますか？これで私たちの発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、パンダさん、お疲れ様でした。では、第3発表の環境の共感隊 C さん、お願いします。はい、皆さんこんにちは。青山学院大学経済学部4年生の木村優作です。これから、グループ3環境の共感隊の発表の方を始めていきたいと思います。私たちの班は、コロナウイルスの影響で、みんながマスクをつけるようになったことで、最近シンガポール国内で顕著になっているポイ捨て問題と、それらの環境に対する態度というテーマについて発表していきたいと思います。メンバーは、ジョニナ、チャン、スン、木村、竹永、タマルの6人です。では始めていきたいと思います。皆さんは新型コロナウイルスの感染拡大で外出中に必ずマスクをつけていますよね。マスクは私たちの生活に欠かせないものになりましたが、こちらの記事にあるように最近ではポイ捨てされてしまう使い捨てマスクが増えています。多くの使い捨てマスクはプラスチックでできており、動物が間違えて食べたり、マイクロプラスチックが生態系へ悪影響を及ぼす可能性もあり、環境問題になっているそうです。今年のポイ捨て問題はコロナウイルスによって世界的に悪化していますが、シンガポールのゴミ処理問題は20世紀まで遡ります。何年経っても進歩がない理由は、環境に対する責任感に欠けているからだと言われています。それが事実なのかについて調べたかったので、このテーマを選びました。そして環境認識の高いイメージがある日本での事情も気になりましたので、シンガポールと日本の大学生に同じ調査を行い、日本とシンガポールのポイ捨て問題と環境に対する態度調査の結果を比較して、各国の環境に対する態度を理解しようと考えました。次にチャンが調査方法と結果を説明します。では、調査方法についてご説明します。16日間かけて、日本とシンガポールの大学生合わせて181人に Google Forms によるオンラインアンケートを行いました。その結果、以下となりました。図表1をご覧ください。こちらは両国のポイ捨て事情を表しています。1週間にポイ捨てされたマスクを1枚から5枚見たと答えた人が最も多く、どちらも約 50% になっています。次いで、0枚と答えた日本の大学生が 45% だったのに対し、シンガポールは 29% だけでした。また、6枚から10枚と10枚以上を合わせると、日本は 4% だけだったのに対し、シンガポールは 8% もいました。以上のことから、ポイ捨ては両国でも問題ですが、シンガポールではよりポイ捨てが多く見られるということが分かりました。次に、ポイ捨ては問題になっていると思いますかという質問に対し、問題になっていると答えた日本の大学生は 58% だったのに対し、シンガポールは 77% でした。この差はどこから来るのでしょうか？それはおそらく図表1から得たシンガポールは日本よりもポイ捨て問題が顕著である
という結果によるものだと思われます。では、なぜ人々はポイ捨てをするのでしょうか。両国の大学生がポイ捨てする理由をどのように考えているかについて調査した結果を見ていきたいと思います。図表3の通り、環境保護に関心を持っていないからを選択した日本の大学生は 60% というで、シンガポールの大学生は 94% という結果となりました。この結果から、シンガポールの大学生はポイ捨ての問題はその人自身にあると考える傾向が強いと言えます。それはなぜでしょうか。それはおそらくゴミ箱が足りていないからを選んだ日本の大学生が 51% に上っているのに対し、シンガポールでは 13% だけだったことから、シンガポールにはゴミ箱が十分設置されているにもかかわらず、ポイ捨てが多いということと関係しているのかもしれません。つまり、ポイ捨てを続けるのはその人自身の問題であるということです。次に、両国の大学生はどのぐらい環境対策に詳しいかについて見ていきたいと思います。図表4をご覧ください。知らないと答えたシンガポールの大学生は 25% で、日本の大学生は 60% に上っています。また、環境問題への対応策を知っていると答えたシンガポールの大学生は全体の 34% で、日本の大学生は 17% だけでした。この結果から、両国とも環境対策に関する認識度はあまり高くないと言えます。さらに、シンガポールの大学生は、日本の大学生より環境対策への認識度が高いということも分かりました。では、それはなぜでしょうか。その理由を探るため、両国で具体的にどのような対策が行われているのかについて見ていきたいと思います。図表5は、両国の大学生が記述した環境対策の例をまとめたものです。図表5から明らかな通り、両国とも対策がいろいろありますが、他の国にない対策として、日本ではエネルギー効率化、シンガポールでは処罰となっています。さらに、シンガポールで最も多くの回答者が挙げた対応策が政府の罰金でした。この結果から政府が行っている罰金制度は効果的な対策の一つだと考えられます。次に、環境問題への個人的な取り組みを見ていきたいと思います。図表6をご覧ください。図表6は、両国の大学生が環境問題を意識しつつ日頃していることをまとめたものです。図表6を見ますと、どの国でもよくしているのは、水の出しっぱなしに注意するでした。その一方、シンガポールの大学生の 86% がマイボトルを持ち歩くと回答していた一方、68% の日本の大学生が買い物の時にエコバッグを使うと回答していました。前者はシンガポールで普及したマイボトルを積極的に使う習慣に影響されていて、後者は日本政府が実施しているレジビニール袋有料化の成果だと考えられます。以上の結果をまとめます。第一に、ポイ捨ては両国で問題となっていますが、シンガポールではより顕著な問題であるということ。第二に、シンガポールの方がポイ捨てに対する認識が高いということが分かりました。第3に、両国の大学生は環境に対する多様な対策をとっていますが、シンガポールではマイボトルを持ち歩いている大学生が多いのに対し、日本ではゴミを分別している人が多いことが分かりました。これは日本には自動販売機やコンビニが多いことやゴミの分別が義務化されているからだと考えられます。第4に、両国とも環境問題の対応策に対する認識はシンガポールの方が日本より高いということが分かりました。その理由は、処罰対策は国民に直接影響を与えるためだと考えられます。しかし、両国とも環境対策に対する認識はかなり低いということが分かりました。以上の結果から各国の大学生が日頃環境を意識してそれぞれの対策をとっていることが分かりましたが、多数の人がしていることは水の出しっぱなしなど自己利益につながったり、政府が義務化していること、または政府に罰則が与えられることであるということが分かりました。これではポイ捨てをなくすことはできないと思います。
環境への関心とその責任感をもっと高める必要があるからです。それは決して簡単なことではありませんが、みんなで努力をすればその大したものではないと思ったこともいい変化をもたらすではないかと思います。そのために私たち大学生はより自覚と責任感を持って環境対策を知り、実践する努力をする必要があるのではないでしょうか。これで発表を終わります。皆さんは普段環境について意識していることは何でしょうか。私たちの発表が環境問題とゴミについて考えるきっかけになれば嬉しいです。はい、以上で第2発表を終わります。お疲れ様でした。では、第3発表の当たりば組さん、お願いします。はい。こんばんは、皆さん。司会の神尾健二です。私たちのグループの名前は当たり場です。その由来は、伊藤あゆみのあ、牧田真美のた、リーンのり、バルのばです。私たちは大学生の環境と健康の関係に対する意識調査という題目で発表します。それではリンさんお願いいたします。はい。皆さんは環境と関係がある病気、すなわち環境関連病をご存知ですか？環境関連病は気候変動が病気の伝染、感染などに影響を与える病気です。少し分かりにくいかもしれませんが、実はこれは皆さんがよく知っている病気です。例えば、シンガポールのデング熱や日本の花粉症は環境関連病と言われています。シンガポールのニュースによると、2017年から2020年までのデング熱伝染の平均増加率は 64.5% でした。これは環境の変化による気温上昇により、デンギウイルスの寿命が伸びているからだと説明されています。このように環境の悪化に伴う環境関連病の問題はますます深刻化すると考えられます。そこで私たちはその解決策を考えるため、シンガポールと日本の大学生に環境関連病について意識調査を行うことにしました。はい。発表のアウトラインはこちらの通りです。調査的目的は大学生の環境と健康の関係に対する意識を調査し、その意識を高める方法を探ることと設定いたしました。では、結果を発表します。こちらは、日本の大学生とシンガポールの大学生の環境と病気の関連性に対する認識についてまとめたものです。気候変動が病気の伝染、感染などに影響があるかということについて尋ねたところ、はいと答えた日本の大学生は 77.8% でした。それに対し、はいと答えたシンガポールの大学生の割合は 91.5% でした。この結果から、シンガポールの大学生の方が日本の大学生より環境と病気の関連性に対する認識が高いと言えます。次に各環境関連病に関する認知度について見ていきます。まず日本人大学生の病気認知度が最も高いのは熱中症で80人中67人の回答者、つまり 83.8% が選びました。シンガポールはデング熱と熱中症と喘息が同数で60人中56人、つまり 93.3% の回答者がこの3つを選びました。この結果から両国で認知されている環境関連病は異なるということが分かりました。こちらは両国の大学生が感染対策として記述した内容をまとめたものです。これらの中から主な対策を抜粋してご説明します。日本で最も行われている感染対策はマスクをつけるで33名が記述しました。これに対してシンガポールでは9名しかいませんでした。この違いは日本では日頃からマスクをつける習慣があったのに対し、シンガポールはコロナ問題で政府にマスクの着用を義務化されてつけ始めたからと考えられます。次に手洗いとうがいについてですが、こちらの通り日本では11名が手洗いとうがいと書きましたが、シンガポールでは1人もいませんでした。これはおそらく日本では寒い季節もあり、風邪やインフルエンザにかかりやすく、手洗いやうがいが習慣になっているからだと考えられます。それに対してシンガポールは一年中温暖で
風邪などにかかりにくいので、なかなか浸透できないと考えられます。最後に、特に何もしていないについてですが、4名の日本人と16名のシンガポール人が特に何もしていないと答えました。これは本調査最も注目すべき結果だと言えます。なぜなら、先ほどご説明した通り、シンガポールでは 90% 以上の回答者が環境関連病を認識しているにもかかわらず、実際の対策として何もしていないという回答者が 26.7% もいるということが分かったからです。つまり、日本は環境関連病に対する認識はシンガポールより低い一方、日常生活において対策をとっている人が多いと言われるのではないでしょうか。次に、環境関連病を知るための情報源について見ていきましょう。こちらは全然使わないを最も使うを5として選ばれた平均値をまとめたものです。その結果、シンガポールでは政府からの情報が最高値でした。それに対して、日本では最低値で最も情報を得ているのはテレビニュースと SNS だということが分かりました。なぜこのような違いがあるのでしょうか。それはおそらく歴史的に両国の政府に対する見方が異なるからだと思います。日本では政府の度重なる不祥事などにより政府への信頼感が薄い一方、PAP 政権しか経験していないシンガポールでは政府を信頼している人が多いということがこの結果に現れていると考えられます。以上の結果をまとめます。第一に、日本の大学生の環境関連病に対する認識はシンガポール人学生より低いにもかかわらず、日頃から対策をとっているということが分かりました。第2に、その対策は両国で異なりますが、全体的にシンガポールの学生は日本に比べて認識が高くても感染対策をとっている人が少ないということが分かりました。第3に、環境関連病に関する情報源が大きく異なって、シンガポールは政府、日本ではテレビニュースと SNS が主な情報源であることが分かりました。そして、これらの違いは、日本が四季があるなど、それぞれの環境や歴史的、政治的な影響によるものなのではないかということが考察されました。さらに、この結果は、シンガポール人は政府の指導にただ従っているだけで、自発性に欠けているということも示しているのではないでしょうか。強制的にやらせるよりも、生活習慣として自発的に行う方が効果的であると考えられます。それでは私たちはどうしたら環境関連病への認識と危機感を高められるのでしょうか。様々な点で異なる日本とシンガポールですが、その違いを考慮した上で2つの方法を提案したいと思います。まず、シンガポールでは環境関連病の危険性と対応先の重要性を理解させることが有効だと思います。例えば、自分の対策不足が周りにどんな危険にさらしているのかを具体的に伝えることです。病気の怖さを知ることで行動の、重要性にも気づくはずだからです。コロナ禍で病気関連の統計に敏感になっている今こそ、環境関連病への理解を深める、絶好の機会なのではないでしょうか。次に、日本ではすでに様々な対策に取り組んでいますが、さらにできることは、環境と病気の関連性への理解を高め、環境の、変化に応じて臨機応変に対応できるようになることでしょう。そのためには、政府が国民からもっと信頼されるように努力し、SNS などを使って環境と病気の関係に関する情報を国民に配信することが重要だと思います。以上、日本とシンガポールへの環境関連病の意識調査を通じて、私たちは歴史的、政治的な洞察も行うことができました。環境関連病は深刻な問題となっています。現在注目されている新型コロナだけに気をつけるのではなく、環境関連病への理解も深め、他国での取り組みなども、学び合うことが、この問題の解決につながると思います。ありがとうございました。以上で第4発表を終わります。お疲れ様でした。
最後に第5発表の環境を守りたいさん、お願いします。皆さんこんばんは。本日は環境を守り隊の生物学年2年のウォン、数学部4年のリー、統計学部3年のチャン、看護学部4年のタンによる大学生がビーガニズムに対する意識調査の発表をします。合同調査は私、加藤、池原、小沢と三浦が担当しています。よろしくお願いいたします。はい、皆さんは地球温暖化についてご存知でしょうか？地球温暖化について聞いたことがある人は手を挙げてください。はい、皆さんご存知ですね。地球温暖化はそれほど深刻な問題になっているということだと思います。どれくらい深刻になっているかと言いますと、この写真をご覧ください。少し想像しづらいかもしれませんが、地球温暖化の影響で降水量が増えすぎてしまい、街中が水に沈んで生きているのです。地球温暖化がこのまま続けば、洪水だけで済む問題ではなくなります。ある研究によれば、50年後には世界の10カ国が消えることが予測されています。現に今も地球温暖化の影響で国土が次第に海の中に沈んでいっている国もあります。挙句の果てには地球が滅びるかもしれません。ではどうすればいいのでしょう？答えは簡単です。野菜を食べればいいのです。近年ではヨーロッパを中心にヴィーガンまたはヴィーガニズムという動物性食品を全く食べない環境運動が注目を集めています。なぜ肉を食べないことで環境が良くなるのでしょう？それは牛、鳥、豚といった動物の加工プロセスや飼育は多量の温室効果ガスを排出するからです。調査によれば動物性食品の生産から生み出す温室効果ガスは総量の 14.5% あります。ですから肉の摂取を控えることで地球温暖化の問題を改善することができるのです。非常に単純な解決策に聞こえますが、現実はそれほど簡単ではありません。おそらくアジアの多数の人はヴィーガンではないのでしょう。そこで私たちはどうすれば環境問題を改善できるのかを考えるために、日本とシンガポールの約250名の大学生を対象に、ヴィーガニズムに関する意識調査を行いました。主な質問はこちらの3つのポイントです。では、結果を見ていきましょう。まず、こちらをご覧ください。これは動物性商品をどのくらい食べるかという質問に対する答えをまとめたものです。こちらが示している通り、シンガポールも日本も毎日食べると、ほとんど毎日食べるが大数を占めています。全然食べない、つまり、ヴィーガンの人は160人のシンガポール人の中でわずか6人で、88人の日本人の中ではヴィーガンの人はいませんでした。次に、ヴィーガニズムを知っているかの質問に対し、大半がヴィーガニズムを知っていますが、シンガポールの方が日本より知っている人が多いことが分かりました。ヴィーガニズムを知ったきっかけについては、シンガポールでは SNS が最も多く 45.9% を占めている一方、日本ではマスメディアと答えた人が一番多く、続いて SNS から知ったと答えました。以上の結果から両国ともヴィーガンの人数は少ないものの、ヴィーガニズムについては SNS とマスメディアを通して知っている人が多いということが分かりました。特にシンガポールでは SNS によるヴィーガニズムに関する情報が多いことが推測されます。それはなぜでしょうか？おそらくシンガポールは欧米諸国から英語で発信される SNS を見て、それらから強い影響を受け、欧米系の環境運動に関する意識が高まっているのだと考えられます。それに対し、日本人は国内のテレビ番組やインターネットから情報を得ているため、欧米の影響をあまり受けていないのだと考えられます。その上、
合同調査を行った日本人大学生によると、環境問題の改善は企業の責任であるという考えが強く、個人の食生活と環境問題を連想続けない傾向があることでした。続いて、ヴィーガンダイエットを試したいかどうかについて質問をしました。シンガポールでは賛成が 26.2%、反対が 73.8% でした。一方、日本では賛成が約 15.9%、反対が 84.1% でした。このように、両国の回答分布は似ているものの、食文化、ヴィーガンの栄養成分といった根拠から考えれば、それぞれの理由は異なっている可能性があります。こちらはヴィーガニズムの利点について回答をまとめたものです。日本で最も多くの回答者が選択したものは健康に良さそうで、次に環境問題を改善したい、動物を守りたいが続きました。この結果は日本ではヴィーガンと健康を結びつける意識が強いということを示しています。それに対してシンガポールでは環境問題を改善したいが最も多く、動物を守りたい、健康に良さそうが続きました。一方、ヴィーガニズムに賛同しない理由については、このような結果となりました。両国とも個人の思考と手間がかかりそうっていう2つの理由で、ヴィーガニズムに賛同しない人が一番多いことがわかります。しかし、シンガポールでは外食の選択肢が少ないが、最も多いことがわかりました。また、お金がかかりそうを選んだ人も 41.5% いて、これはヴィーガンは西洋料理が多いというイメージを持っているからだと考えられます。それに対して、日本ではヴィーガンを試したいという人はわずかでした。では、なぜ日本ではヴィーガンを敬遠しているのでしょうか。その理由は、日本の食文化に関わっているかもしれません。多くの日本料理には出汁が使われていて、鶏、魚、豚などから取られた動物性食材を含む料理が基本となっています。そのため、ヴィーガニズムに抵抗を覚える人が多いのではないでしょうか。また、先ほど述べた通り、日本では欧米諸国からの情報をシンガポールほど得ていないため、環境問題への利点への認識が低いことも理由となっているのかもしれません。以上、シンガポールと日本の大学生がヴィーガニズムに対する意識について調査した結果をご報告しました。その結果、回答者の中にヴィーガンの人がほとんどいないだけでなく、ヴィーガンを試してみようという人さえ少ないこと、そしてそれには様々な理由があることが考察されました。しかし、私たちがヴィーガンになれば、7200億トンの温室効果ガスが削減できると言われています。つまり、地球を守れるということなのです。だからといって、私たちは完璧なヴィーガンになるべきだと考えているわけではありません。少しでも動物性食品の消費を減らすことが大事だと考えています。一人では何も変えられないかもしれませんが、一人一人の小さな努力が重なれば、それが大きな力となると信じているからです。さあ、皆さん、持続可能な社会へ向けて一緒に頑張りませんか？次の食事はどうしますか？ご清聴ありがとうございました。はい、そろそろ時間になりましたので、以上で第5発表を終わります。お疲れ様でした。これで第1部を終了いたします。お疲れ様でした。これから5分間の休憩に入ります。第2部は7時15分から始めますので、引き続きよろしくお願いいたします。では、青山学院の皆さん、お願いします。はい。Good afternoon, ladies and gentlemen. I study economics at Aoyama Gakuin University. So we have 4 groups to present to you guys. So first group, the title is to achieve SDGs.
presenters are Takeuchi and Wakamatsu. Please go ahead and start. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Ryo Takeuchi. Today, we would like to talk to you about achieving SDGs. In 2001, MDGs appeared. It consists of 8 goals about education, environmental issues, and so on. In 2050, MDGs changes SDGs. It is International Goals for Sustainable and Better World by 2030. This is our outline. Our presentation is divided into 6 parts. 17 goals of SDGs, environmental issues of SDGs, effort to achieve the SDGs in Japan, what we can do to achieve the SDGs, and lastly, summary and conclusion. Now let me start with the first part of our presentation, 17 goals of SDGs. SDGs, also known as the global goals, were adopted by all nation member states in 2050 as a universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030. And SDGs consist of 17 goals. In this slide, I will explain UNDP's role. As the lead United Nations Development Agency, UNDP is well placed to help implement the goals through our work in some 117 countries and territories. They support countries in achieving the SDGs through integrated solutions. So, UNDP activated the SDGs integration work streams. 4 dedicated work streams help countries develop integrated solutions. First is integrated policy and programming. Second is data and analytics. Third is financing. And fourth is innovation and learning. In this slide, I'd like to talk about environmental issues of SDGs. Goal 7 is related to it. It is affordable and clean energy. It means that ensuring to access to cheap, reliable, and sustainable modern energy for all. But why Goal 7 is needed? People who are harmful to the body with toxic energy is about 28 billion people. I think it is a so big problem. Also, toxic energy is not only life-threatening but also a serious cause of global warming, so Goal 7 is needed. Now, it is important to use renewable energy. It is solar power, hydropower, and so on. But renewable energy ratio in power source in Japan is only 60%. So from now on, it needs to make this energy the main force. So what is being done to achieve SDGs in Japan? We have 3 efforts to achieve the SDGs. First, I will explain disaster prevention. In 2011, Japan had a catastrophe in Tohoku. Japan has a disaster prevention council to the world in Tohoku every year. They are trying not to forget a disaster like the Great Tohoku earthquake. Second is education. The government of Japan announced a new strategy in the field of education, Learning Strategy for Peace and Growth. It means that achieving quality education through mutual learning. Education is a fundamental human right to be equally enjoyed by everyone. Third is health. The government of Japan held the UHC Forum 2070 and contributed 2.9 billion to the World Health Organization. For example, if one person donates 3,000 yen to the WHO, we can provide 12 masks.
what we can do to achieve the SDGs. There are 169 targets, and to achieve those things, the country, NPO, NGO, and all of us need to know about that. Therefore, you need to work on that by yourself around the world. You need to be interested and understanding. All of the country cooperate and move. Every year, there is the ranking that countries working on SDGs. Japan government and companies, NPOs and NGOs are aiming to achieve the SDGs. Enlightenment movement can cause to understand about SDGs each people. If you know exactly what each individual can do, you will be able to easily work toward achieving the goals of the SDGs. What can I do by myself? Donations, review daily life, and tell about the SDGs to people around you. To sum up our talk, renewable energy is important for achieving Goal 7 of SDGs. In Japan, it has efforts about disaster prevention, health, and education to achieve SDGs. Like ranking about countries working on SDGs, many countries cooperate and move toward SDGs. In conclusion, we need to be interested in SDGs and understand what is happening in the world to achieve SDGs. Thank you for listening. So, second group is gonna talk about how to survive with COVID-19, and the presenters are Suda and Sakai. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Yuka Suda. Today, we will talk about how to survive with COVID-19. First, to prepare for this topic, we have read this book as reference. Through presentation, we will conclude. This is our outline. Our presentation is divided into 8 parts. The essence of issues, cognitive bias, new normal, developing companies, how to revive the economies, summary, and the last is conclusion. First, the essence of issues. After the pandemic by COVID-19, our daily lives were changed, specifically lockdown and working remotely. However, we think almost all government and media regard COVID-19 as dangerous too much. Actually, it's fact the virus killed many people, but it's also fact the virus is not most dangerous in human history. So, in other words, we have other issues all over the world and need to focus on them. So we have many issues in the world like nuclear issues, climate change. So in Japan, declining birth rate and aging population issue and diplomatic issue exist. However, we must not think seriously. So we have to be optimistic against them. Second, I will tell you about cognitive bias and journalism. Journalism is a problem that become prominent in the wake of COVID-19. Human just thinks by connecting with familiar things that have exhausted recently. However, in the daily news, only pessimistic things
flow. So because this is more eye-catching, we don't have to look pessimistically at everything in the news, including COVID-19. We should read the correct data ourselves and be optimistic. Third, I will show you about new normal. Coronavirus has caused pandemic all over the world. Lately, globalization is expanding, so it changes a national problem to global problems. Because of pandemic, new normal is established. In addition, artificial general intelligence (AGI) is created, and also how life should be shifted and change mode stage. So therefore, in the world changing rapidly, we should have intangible assets, for example, productivity assets, vitality assets, and makeover assets, and be more resilient to take care of complexity. Okay, thank you, Ms. Suda, and good evening, ladies and gentlemen. I'm Motoki Sakai, and here I'd like to talk about the impact of the COVID-19 for companies and economies. COVID-19 has affected various industries and expected to continue in the long run, especially all companies which engaged in face-to-face business. But however, there are companies that becoming more and more powerful. There are 4 companies called GAFA. In addition, some companies are growing in this situation, such as BAT, IT company in China, and the company that invest the healthcare or streaming media. That's because due to influence of COVID-19, more and more people are in the home and pay attention for their health. So these companies got positive impact in this situation. And please let's move to the next page. However, there are a lot of companies which got a serious impact and their business model have to changing. So we have to work together as soon as possible to help them. But how to stop the infection and how to revive the economics? And this time, I think all countries should unite. That's because COVID-19 has mainly 3 characteristics. First characteristic is spread rapidly all over the world. And the second point is a serious impact for the world economy. And the third point is a large-scale assistance to revive. So if only one country don't join this movement, we cannot stop this problem completely. So we have to work for COVID-19 with every country. To sum up our talk, COVID-19 changes our common sense. For example, change our values or change the social systems. And it makes the issues in every country clear. Therefore, for these problems, we have to solve with thinking deeply and to be calm and to be optimistic. And finally, we have to jump into the new world after COVID-19. And in conclusion, now we got a lot of damages, but also we can get a lot of chance to move. Through surviving this situation, we got opportunity to think deeply and the growth of the AI and science and create the new values, especially Japan's old work style. And with this chance, we should deep the thought and look to the future. And we need to think
how to get the positive impact from this negative situation. And that's all of our presentation. And do you have any question or comments? So the next presenter, the title is AI and Society. And the presenters are Camille and Makita. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Kenji Camillo. Today we would like to talk about AI and society. AI in recent years has made a remarkable progress. Therefore, we have investigated the relationship between AI and the field of our own interest. For me, that is the fashion. And for my partner, that is language. So our outline is divided into 4 parts. First, fashion and AI. And the second, language and AI. And lastly, summary and conclusion. So now let me start with the first part of our presentation. Fashion and AI. So before I started, I want to ask you one thing. So how do you feel if there is a board or sign telling you, fine-tune your daily fashion and make it stylish? A group of computer science has developed a machine learning system called Fashion Plus with Facebook. And this Fashion Plus was unveiled ICC, the International Conference on Computer Vision, in Seoul in 2019. And this Fashion Plus is made to aim a final fashion check before you leave home, like this page, like this image. By the way, there's a big program. Of course, it's obvious. How do we teach and train the system to make a slightly different to make you guys sense like something better? You would like to have something better, not just usual, because when you go to the outside, we can see a lot of the clothes, the fashion style in the road. But we want to have something better through this AI. This is the aim for this Fashion Plus. So, a researcher envisioned a world where, sorry, I cannot control this. Yeah. So the researchers group selected a series of photographs that reflect the fashionable style and replace some of the clothes in the image with the clothes from another image. This training helps in making great models, to improve the fashionability for computer science. So we need a repetition to tell the computer this is the good or this is the better style, to tell the people and for each like a customer using this Fashion Plus. And the researchers say, and eventually we can analyze the full body images and make a small but specific adjustments, like changing skirts to jeans or change the color blue to yellow for this season. For example, this is a winter, you can get more like purples because Halloween is coming, something like this, because the algorithms. So we hope to see a computer version of Coco Chanel, who said before, look in the mirror before leaving the house and then remove one of the accessories you're wearing. Now, sorry. Yeah. Now we change speaker to Makita and we move on to the 4th slide. Good evening, my name is Takashi Makita. In this part, I will explain about language and AI. We have more opportunities to see the use of AI in various scenes. In particular, automatic translation technology is familiar to us. The technological development is tremendous compared to a few years ago. So I research the future of AI and language. Automatic translation is not perfect, but very useful for translating language that we don't know. As you know, AI is used for this technology. First, let's explain about the recent developments
in this technology. Until a few years ago, AI translated each word. Therefore, the translation accuracy was very terrible. For example, if a word has manipulated meanings, it cannot be translated correctly. However, its shortcomings are improving, and these days they translate in consideration of context. Nevertheless, it still seems difficult to grasp the connection between sentences. Depending on the current methods of translation technology, what may be overlooked. In addition, it can mistranslate proper nouns and unusual meanings. However, it seems that the future of AI's perfect translation is not far away. AI will have some impact on us if AI can manipulate the language perfectly. First, the language barrier in communication is removed. We will have an equal conversation with anyone who speaks any language. Next, it will also make it easier to use text from any country. This is also very useful in the research field. Finally, you may have more chances to see the sentences that AI created itself. In fact, AI wrote a science fiction novel and the work passed the first screening of the Literary Award in 2016. This is very interesting for us. That means we may not be conscious of the language. To sum up our talk, in the former part, AI has the possibility to research the level that gives us the final fashion check. In the later part, we will be more accessible to anyone on the earth without feeling language differences. In conclusion, the introduction of AI has great advantages and big problems that we must face. In order for us and AI to coexist, it's important to maximize the capabilities of AI in every field and industry. That brings us to the end of the presentation. Thank you for listening. Do you have any question or comments? So the last group is gonna talk about the Japan's modern problems. And the presenters are Aonuma and Ikehara. So. Okay, good evening, ladies and gentlemen. My name is Shuhei Aonuma, and today we would like to talk to you about Japan's modern problems. This is our outline, and our presentation is divided into 5 parts. First, population problem. Second, disadvantages. Third, what we can do. Fourth, LGBTQIA+. Fifth, summary, and finally conclusion. Now, let me start with the first part of our presentation. So, population problem is one of the huge issues that Japan is currently facing. And here is the list of some reasons. The main reason is that the birth rate keeps declining, and unmarried and late marriage also cause the decline of the birth rate. The population has been decreasing since 2008. And these are some data of predictions. And at the point of 2030, the population will be about 166,200,000. And at the point of 2060, the population will be about 86,740,000, which means that it will decrease by 32.3% from 2010 to 2060. Now, this is the list of disadvantages of population problem. First of all, as the number of population declines, there will be few or young talents. So this will cause the decrease in labor force. Second one is kind of similar to the first one, but less labor force could reduce the productivity. And for the third one, since the productivity gets reduced,
it's impossible to avoid the shrinkage of the market. And finally, this problem causes aging, so the burden on young people will be huge. Now here are what we can do. Since the labor force is lacking, we have got to add more of them, which means that we should advance more women and seniors into society to make up. And for the second one, we should efficiently work. To make that happen, the remote work should be more popular. So every firm has to introduce telework for more productivity. For a brief summary, this is one of the unavoidable issues because the population is declining nationwide. So most of the local governments are working on this issue. Some people do not care about this, but all of us, governments, firms, and we are in charge of this. So we shouldn't turn away from the fact that Japan is in danger because of this problem. Good evening. My name is Yurika Ikehara. I will talk about LGBTQIA+. LGBTQIA is initialism that stands for lesbian, gays, bisexuals, transgender, queer, intersex, and asexual. The people who are LGBTQIA called sexual minority, and they have suffered from discrimination. These days, the movement for their rights is being active in the world, and Japan is no exception. In Japan, same-sex marriage is not allowed, but there are the municipalities recognize some same-sex partnership. In 2015, Shibuya Ward and Setagaya Ward in Tokyo made a same-sex partnership ordinance for the first time in Japan. The municipalities that have a same-sex partnership ordinance are increasing, and now 60 municipalities recognize same-sex partnership. Private companies also support LGBTQIA people. The companies that support LGBTQ people called LGBTQ-friendly companies. They conduct a workshop for deepening their employee understanding LGBTQ, make benefit system for same-sex partners, install a bathroom that is considering for LGBTQ, establish of support desk, and so on. I introduce a case. Pantene is a hair care brand by P&G. Pantene created a slogan, "This hairstyle is me," and they support the people to make job hunting an opportunity to stay true to myself. But there are still many problems of LGBTQIA. The LGBTQIA people have uniform and varying problem at school. They have difficulties. They may have difficulties at job hunting, and the legal system is insufficient. We all have to deepen our understanding for LGBTQIA. To sum up our talk, the government and companies' cooperation is important in all problems. In conclusion, we should try to accept various ways of working, various ways to raise children, various sexuality, and so on. If we can accept diversity, it will be a good society. Thank you for listening. Is there any question or
comment? Presenters, thank you for the presenting. And that's it for the Aoyama Gakuin's presentations. Thank you. はい、青山学院の皆様、ご発表ありがとうございました。以上で全ての発表が終了しました。ご清聴ありがとうございました。皆様、改めて本日の発表会にご参加いただきありがとうございました。青山学院の皆さん、7週間にわたるご協力をどうもありがとうございました。皆さんのおかげで素晴らしい共同学習ができました。そして NUS のウォーカー先生と青山学院の小針先生のご指導がなければ、このような貴重な機会を得ることができませんでした。心から感謝を申し上げます。